ふう、早く帰らないと、また花ちゃんが寝てしまいますね。私の名前はモブオ、しがないサラリーマンでマゾです。私には9歳になる娘とド S の妻がおります。先日、娘の花が最近私と遊べなくて寂しいと言っていたと妻に教えてもらいました。仕事が忙しいことは理解してくれているようですが、こればかりは難しい問題です。それに残業というのは命令されてやらされているようで、なんというかその、下品なのですか。ふふ。それにしても、エレベーターが遅いですね。どうやら動いている様子もありません。故障でしょうか。階段、ワド実行新入社員が破壊してしまって今は使えないのでした。はて、こんなところに非常口なんてありましたかね。長いことこの会社におりますが、意外にもこの非常階段を使うのは初めてです。なんだか非日常感がして少しドキドキしてしまいますね。昔、非常口の前で誰かに会っていたような。はて、誰だったでしょうか。おや、警備の方。いえ、女性、でしょうか。どうかされましたか。おや、階段を踏み外したと思ったのですか。なんともありませんね。気のせい、だったのでしょうか。おはようございます、品岡さん。おはようございます。どうかされたんですか。花房くん、メイドくん。奥さんと娘さんに嫌われた。品岡さん、最近残業しすぎなのではないでしょうか。それが原因で怒っているんですよ。ですか。二人ともまるで別人のようなのです。いつもとは全く様子が違っていて。あら、品岡さんってワンちゃん飼っていましたっけ。ワンちゃんですか。飼っていませんが、犬の毛でもついていましたか。品岡さんから濡れた犬の匂いがした気がいたしました。そうですか。ありがとうございます。もしかして非常階段を使いましたか。確かに昨日は非常階段を使いましたが、降りるときに何か違和感はありませんでしたか。そうですね。途中に誰かいたのですが、階段を踏み外したと思ったらいなくなってしまっていて。品岡さん、ちょっといいですか。メイド外してくれ。あらあら、品岡×花房でしょうか。それとも花房×品岡なのでしょうか。私にそちらの気はないのですか。メイド頼むから外してくれ。夜10時以降に非常階段で足を踏み外すと別の世界に来てしまう。はい、品岡さんはおそらく別の世界に来てしまったんですよ。元の世界にそっくりですが少しだけ違う世界に。栄光世界というものでしょうか。しかしそんな突拍子もないことが実際にあるのでしょうか。モブオさんの現在の役職は何ですか。係長ですか。この世界でのモブオさんの役職は次長なんですよ。おう、だから身に覚えのない仕事や会議がやたらとたくさんあったのですね。よくそれだけで仕事回せましたね。しかし係長から次長とは大出世ですね。この世界も案外悪くはないのでは。でも先月の飲み会で泥酔したモブオさんが社長を亀甲縛りにしたので降格処分で、来週には僕たちと同じ平社員ですよ。あと大減給処分です。一体どうやったら元の世界に戻れるのでしょうか。さて、この非常口の先ですか。ここは。モブオさん、どうですか。花房くん、広い部屋に扉が5つあります。花房くん、これは一体。落ち着いて聞いてください。先日言った通り、モブオさんはこれから元の世界へ戻るための鍵を手に入れなくてはいけません。鍵とは一体どんな鍵なのでしょうか。鍵の形は人それぞれ違うんです。扉に何かマークはありますか。ええ、非常口マークのようなものがありますが、少し違うようです。非常口マークですか。何か気になることでも。いいえ、非常口マークは聞いたことがないもので、ですがそのマークは扉の先にあるものを表しているはずです。モブオさん、他に何か変わったものはありますか。他には特には。それではまずはこの扉に入ってみましょう。何があるか僕にも分かりません。気をつけてください。ここは。何がありますか。開けた、何やら荘厳な雰囲気がある場所です。真ん中に石像があります。ここでは出題に対して問いが一つだけ許される。
ふさわしい者だけが鍵を得られるだろう。ゾウが喋りました。気をつけてください。何をしてくるか。スマホが。この場に立ち入ることができるのは一人だけだ。回答を誤れば代償を払うことになるだろ一つだけ質問をよろしいでしょうか。う。なんだ。そのビリビリを私のこめかみにお願いしてね。問題は4つ。3つ正解ならばよし。2つ誤ればこの場は永遠に閉ざされるだろう。永久に監禁プレイということですか。黙れ。ではまずは第1問。噛まないように血が出る。触れないように避ける。でも誰も私のせいにはしない。私は私とは生き物でしょうか。何？いな。なるほど。問いは一つだけだ。さあ、答えよ。答えは言葉です。その理由は？言葉は直接触れることも噛むこともありません。ですが、人の心を簡単に引き裂くことができますし、言葉によって血が流れることもあります。それでも、決して誰も言葉自体のせいにはしません。よってこの問題が指す私とは、言葉のことです。正解。第2問。私は透明だ。でも私を通して見たものは全て歪む。そして私は決して消えることはない。私は何？あなたはガラスなどの物質ですか？いな。答えは何だ？答えはトラウマです。その理由は？過去のトラウマを通して見れば、どんな言葉も景色も簡単に歪んでしまいます。そしてトラウマは透明で誰にも見えませんし、決して消えることはありません。よって答えはトラウマです。正解。あと1問正解すれば良いのですね。案外なんとかなりそうです。第3問。鞭は鞭でも食べれる鞭は何だ？女王様からいただいた愛の鞭です。答えはキムチだ。そんなバカな。では代償をいただく。私の顔が。最後の問題だ。これに答えられなければこの場は永遠に閉ざされるだろう。第4問。私は過去の鏡に棘を植え、喜びを痛みに変える。生まれた瞬間に手遅れとなり、未来には宿れない。私は何？あなたは必ず過去にしか存在できませんか？はい。わかりました。あなたは後悔です。その理由は？後悔とは過去の出来事を振り返るときに心に刺さる棘を生み出します。その過去の出来事や行動を悔やむ瞬間に生まれる後悔とは、思い出してしまった瞬間に手遅れであり、それは決して未来に宿ることもありません。よって答えは後悔です。一時はどうなることかと思いましたがなんとかなりましたね。ですが、スマホが壊れてしまいました。これから一体どうしましょうか。そしてこの顔、ここから出れば治るのでしょうか。治るぞ。あなたは？私は知恵の賢者だ。どう見ても犬では。犬ではない。誇り高きシベリアンハスキーだ。随分と可愛らしい誇りですね。お名前は何というのですか？私のことは黒と呼べ。黒ですか。はて、どこかで聞いたことがあるような。それよりお前はここから出たいのだろう。そうですか。私が案内してやる。ついてこい。待ってください。ここは。モブや、ぼーっとしてどうしたんだい？いや、なんだか夢を見てたような気がして。そうかい。ほら、スイカを食べ。懐かしいですね。私は小さい頃、祖母の家で過ごすこの時間が大好きでした。ですが、中学2年生くらいの頃からあまり祖母の家には行かなくなりました。特に深い理由があったわけではありません。ある日、祖母の家に遊びに行くと約束をしておりましたが、友人に誘われて祖母との約束を反故にしてしまいました。その日、祖母は亡くなりました。祖母の家の台所には、私の好きな栗羊羹が置いてあったそうです。最近はなんだか暑い日が増えたね。おばあちゃん。なんだい？私、いや、僕はずっとここにいるよ。
だから安心して。そうかい。それは嬉しいね。それでいいのか。お前がここにずっといればその老人は嬉しいかもしれない。だがお前がここにいる理由は何だ。だけどここにずっといればおばあちゃんは。そもそもそれは本当にお前の祖母なのか。え、モブやスイカを食べ、栗を食べ。さっきの問いに答えを出せたお前にならわかるはずだ。後悔は決して未来へ宿すことはできない。僕は。いいえ、私は。出られてよかったな。自分を縛るような過去なんて捨てた方がいい。私はそうは思いません。次に行くぞ。これは階段のようですか。落ちたら真っ逆さまだ。そうですね。足元をよく見ておりましょう。おや、こんなところにどうして子供が。どうしたのですか。帰れなくなっちゃったの。お父さんとお母さんは何か事情があるのですね。連れて行くのか。ええ、放ってはおけませんから。私喉乾いた。水筒にお水が少しあります。どうぞ。かれこれ2時間は降りたでしょうか。いつまで経ってもそこが見えませんね。大丈夫。ええ、問題ありません。体力だけは自信があるのです。大丈夫。ええ、大丈夫です。もう20時間経ったぞ。そんなにですか。もう歩きたくない。歩かずに済むならそうしたいですね。誰かにご命令されていたら話は別ですか。そっか。じゃあ落ちちゃえ。え、何を。もう歩きたくないなら落ちちゃえば楽になるよ。黒さん。この子を助けてもどうせお前はここで行き倒れる。それならいっそのことこのまま落ちた方がいいんじゃないか。ですか。それでも子供を助けるのは大人の役目です。その子供がお前を殺そうとしてもか。ええ、些細なことです。じゃあこれでも。おや、ここはあの子供はあの場所が形にしたお前の甘さそのものだ。見捨てるか、それとも背負って潰れるのか。どちらを選んでもあの場所は閉ざされた。だがお前はあの状況で子供を助けようとした。その瞬間甘さは覚悟に変わり、扉は開かれた。それだけのことだ。あのまま進み続けたとしてもどこにもたどり着くことはなかっただろう。そもそも進めばどこかにたどり着くなんて思うのはただの先入観だ。確かに。どうして私は階段を下れば何かがあると思ったのでしょうか。ですがよかったです。孤独な子供はどこにもいなかったのですね。次に行くぞ。あれ、モブを。どこに行った？モブを。何してるんだ？人生ですかね。何言ってんだ？聞いてください黒さん。私はここに住みます。ここは素晴らしい場所です。道行く人たちは皆私に唾を吐きかけ罵詈雑言を浴びせてきます。天津さえ通りすがりに私のケツに皆蹴りを入れてくるのです。桃源郷はここにあったのですね。すべてが自分の都合通りに行く世界とは心地の良いものですが、現実とはままならないものです。それを受け入れる覚悟を問われる恐ろしい場所でしたね。黒さん、どうかされましたか？なんでもない。次が最後だ。
おや、ここは物置部屋のようですね。黒さん、ここは一体どんな場所なのでしょうか。黒さん。はて、困りました。何をどうすればよいものか皆目見当がつきません。鏡。思えば、こうして全身をまじまじと見るのは久しぶりな気がします。ひび割れていますが、それ以前に歪みがあるような。歪んでいるのはお前の方だろ。好きなこともやりたいことも、何もかも全部棚の奥にしまい込んで、いつかのためだと言い訳をして、気がつけば誇りをかぶっている。自分の時間を切り売りして他人の時間を埋める。心臓を打刻機のように叩かせながら誰の記憶にも残らない労働に溶けていく。そんな人生を本当に望んでいたのか。そうですね。こんな人生になるとは思ってもいませんでした。上司の顔色を伺い同僚の機嫌を破壊。笑顔のシワを傷口みたいに裂いて頑張りますと呪文を吐く。それで褒められたか。誰かお前の名前を誇らしげに呼んでくれたか。確かに少し疲れてしまいましたね。でももう戻ることはできない。無駄に積んでいった犠牲がもったいなくて、前に進むしかないと思い込むしかない。でも分かっているんだろう。この道は墓場まで続いていると。戻ることができないなら、それならば。そう、それなら一層終わらせよう。期待も後悔も全て灰にしよう。お前を失望させた人も、お前に失望した人も、お前に失望したお前自身さえも、もう二度と誰もお前を責められない。誰にも指図されない。誰の記憶にも残らない。お前は名なしの顔なしだ。それがお前の望んだ本当の自由だ。私自身を手放すことはできません。朝も夜も報われなかったあの日々も、理想とかけ離れた今の私自身も、その矛盾も痛みも惨めさも、その全てを私は愛しております。苦痛と苦悩の日々が死ぬまで続いていたとしてもか。問題ありません。私は神聖のマゾヒストですから。おかえり。これで全部終わったよ。モブオ。すべて思い出しました。あなただったのですね。黒さん、いえ、非常口の黒。私がまだ神聖のマゾではなかった頃、クラスの女の子に君のその湿ったリコーダーで僕の頭を叩き割ってほしいと頼み泣かせてしまい、私は先生や両親からひどく叱られてしまいました。落ち込みながら街を歩いていたら、非常口の前にいるあなたに出会ったんです。僕はずっとあの場所にいたんだ。体が大きかった僕には誰も近寄ってこない。散歩は一度もしたことがない。あの檻の中が僕の世界のすべてだった。だけどモブオが毎日来てくれた。モブオが僕に読んでくれた絵本はとても楽しそうだった。言葉はわからなかったけど、それが僕にとって初めての散歩だったんだよ。ですがあなたはある日突然いなくなってしまった。なぜなら僕は殺処分されたんだよ。子供を噛んだから。私のせいです。私が学友にあなたのことを教えてしまったから。あの子たちが僕に意地悪をしたからだよ。あなたは私が抱いた初めての後悔の象徴です。この空間のあの部屋の私そのものを映していたのですね。私が別の世界に来てしまったのはあなたが私を呼んだからですか。偶然だよ。僕は非常階段にしか現れることができない。僕は今でもずっと鎖でつながれ続けてる。だけれどおかげでモブオにまた会うことができた。私もまた黒さんに会えてとても嬉しいです。モブオですか。肝心の帰る方法が結局わかりませんね。そういえば花房くんが鍵を探せと言っておりましたが、一体どこに。僕が鍵だよ。そうなのですか。では黒さんが出口に案内してくれるのでしょうか。違うよ。僕を殺せばここから出られるんだよ。はい。
僕は過去だから、前に進むためには過去は置いていかなくてはいけないものだから。でも、モブを言ってたよね。僕が過去なんて捨てた方がいいって言った時、そうは思わないって。だからモブオはさ、ここでずっと僕と遊んでくれるんでしょ。ですか。私は元の世界に戻らなくてはいけません。なら、モブオがやることは決まってるね。他に方法はないのですか？僕と一緒に永遠にここに残るか、僕を殺してここから出るか、モブオはどちらか選択しなくちゃいけないんだよ。全部モブオが自分の意思で決断しなくちゃいけないんだよ。じゃないと僕がモブを殺さなくちゃいけないんだよ。私には選べません。そっか。じゃあ死んじゃえ。黒さん、モブオ、寒い、怖い。申し訳ありません。私には家族がおります。死ぬわけにはいかないのです。大丈夫だよ。過去は置いていかなくちゃいけないものだから。自分を縛る過去なんて捨てた方がいいんだよ。私は、それでも私は、そうか。モブオはそれを選ぶんだね。黒さん、あったかい。明日は土曜日ですか？お父さん、どうしてスマホ壊したの？会社でちょっと落としちゃってね。そうなんだ。ところでお母さんは？お父さん用のモーニングスターを買いに行くって言ってたよ。そうですか。ワンちゃんだ。走ると危ないので歩きなさい。あの後、家に帰ったらいつも通りの2人が待っていました。無事に元の世界に帰ってこられたようでよかったです。スマホも買い替えたので、後で花房くんに連絡しないとですね。いえ、しかし、あちらの世界で起きたことを花房くんが覚えているのでしょうか。抱っこされますか？あ、いえ、少し見に来ただけなので。冷やかしですか？まあそうなのですか。おや、この子は。その子はハスキー犬ですよ。でも全身真っ黒でハスキー犬っぽくないって理由でなかなか親が決まらなくて、人懐って濃くていい子なのですが。この子、抱っこさせてもらってもいいですか？でも冷やかしですよね。いや、まあそうなのですか。モブオさん、花房くん、おはようございます。そのご様子だと帰ってこられたんですね。君は覚えているのですか？ええ、そういう体質なんです。ははは、おかしな体質ですね。よく言われます。二人で何をこそこそお話ししているのですか？ BL ですか？端的に最低すぎる疑問を呈するんじゃない。モブオさん、一服しませんか？いえ、私タバコは吸わないんですよ。以前少しだけ吸ってみたことはあるのですが体に合わなくて、それに禁煙しないと眼球に根性焼きすると妻に言われて以来なんとか耐えています。どういう意味ですか？おタバコを吸えば奥様に根性焼きをしてもらえますが、お体に合わないから吸わないように耐えてるということですよね。その通りです。どういう意味ですか？でもそれなら、いいものがあるんですよ。これは電子タバコですか？これは C 社をモチーフにしていますから、電子 C 社ですね。チルハビットという商品です。確かに C 社の吸い口のような形をしていますね。 G 社とは何でしょうか？ C 社とは簡単に言うと水タバコのことです。普通の紙巻きタバコと違ってフルーツやミントの香りがついたタバコを炭で炙り、その煙を水に通して冷やして吸うんですよ。どうして水に通すのですか？水に通すと冷えて煙がまろやかになるんです。紙タバコと違い香りをゆっくり楽しむというのがポイントですね。煙かける水のカップリングでぬれぬれしっとりってことでよろしいですか？全然良くないな。ですがニコチンなどが入っているものはちょっと。
安心してください。これにはニコチンやタールは入っていないんですよ。そうなのですか。フレーバーも6種類あっていろいろな香りを楽しめるのですが、一度試してみますか？使い切りタイプなので僕ので悪いのですが。関節キスってそれもほぼ口舌では。シェアできるように吸い口もついてくるんですよ。そうなのですね。これはスノーミントです。すっきりとキレのあるミントの香りと、後に柔らかく甘い風味が残るんですよ。ミントのスッとした清流感が喉を通り目が覚めますね。清流感強めのミントガムの風味が近いでしょうか。スイートメロンという名前の通り、確かに甘めですね。でもメロンの風味で爽やかにまとまってて吸いやすいんですよね。いわゆる夕張メロンや北海道メロンなど、オレンジ色の果肉を想起させる風味ですね。いちごの酸味と濃厚なミルクの香りが鼻を抜けます。甘さが濃厚ですが、酸味のおかげで後を引くんですよね。よう片思い幼なじみカプのような甘酸っぱさですね。最初はエナジードリンク特有の甘い香りが鼻を抜けてきて、その後のキレのある感じがまるで炭酸を飲んだ後みたいなんですよ。なかなかリアルなエナジードリンクの風味ですね。エナジードリンクって社畜リーマンカプの小道具ですよね。キャラメルと濃厚なミルクの香りが鼻を抜けます。煙なのに実際にキャラメルを食べたような後味で不思議ですね。ドゥルセデレチェというのは、キャラメルに砂糖とミルクを入れて作るキャラメルジャムらしいですよ。酸味はありませんが、レモン特有の柑橘系のさっぱりとした香りの中に飴のようなコクのある甘さを感じますね。柑橘系はすっきりしてるので場面を選ばずに吸いやすいんですよね。それにしても全体的に香りが強く、香りのクオリティもとても高いです。1秒でどこでもすぐに吸えるというのも便利でいいですね。煙の量もすごく多くて、いかにも吸っているという感じが満足度が高いんですよね。引き通者の私ではスノーミントは少々むせてしまいますが、それ以外の香りは刺激が優しく、慣れれば問題なく吸うことができるところもいいですね。僕はタバコを吸うのであれですが、むせる場合は肺に入れずに吐き出して香りを楽しむのもありですよ。そもそも肺に入れないのも吸い方の一つですからね。確かにそうですね。入れるとか出すとか卑猥な言葉は控えた方が。モブオさんはどれが好みですか？私はドゥルセデレチェです。先ほども言いましたが、本当にキャラメルを食べたような後味で、吸うと甘いものへの欲求が落ち着きます。最近体型が気になりだしたのでちょうどいいです。いいタイムの後にゆっくり楽しむのも良いですね。花房くんは？僕はエナジードリンクですね。デスクワークで疲れてちょっと気分を変えたい時にこのキレのある感じがちょうどいいんですよね。黒いデザインもシャープでかっこいいんですよ。メイドくんは？私はスノーミントが好きです。私はおタバコは一度も吸ったことはないのですが、キック感があるのでイライラしてる時に吸うとスッとして気分が落ち着きます。絶対吸ったことあるだろ。先輩にはやめような。ところでこちらは何回吸えるのですか？1本で2000回ほど吸えます。紙タバコだと約200本分にもなるんですよ。それはすごいですね。電池もそんなに持つのでしょうか？吸い方にもよると思いますが、僕の場合は100回ほど吸っても切れませんでしたね。なので2日に1回くらいのペースで充電してますよ。バッテリーは結構持つのですね。ですが持ち歩くには少々大きめな気がします。メイド君はどう思いますか？お外でこれを出して吸うのはちょっと目立ちますし、バッグに入れて持ち歩くにしても1本が限界かなと思います。ですがデザインは可愛らしいので話題作りにはいいですね。女性はカバンが小さい方も多いですからね。花房君は普段どうやって吸っているのですか？今回はこうして持ち歩いていましたが、やっぱり僕も普段は1本だけカバンに入れて持ち歩いて、あとは家で吸うことが多いですよ。つまり家と外で吸い分けているということですね。そうですね。なので2種類以上あると気分によって香りを変えられるので、僕はそちらをおすすめしています。そうなのですね。ところでニコチンやタールが入っていないと言っておりましたが、本当に安全なのでしょうか？安心してください。これには食品グレード以外の成分は入っていないので安心して利用できますよ。それは吸引の安全性を謳ってるわけではないですよね。え？グリセリンやプロピレングリコールはいろいろな食品や医薬品、お化粧品など幅広い製品に使われておりますし、半世紀以上安全との国際的コンセンサスが維持されてきた添加物です。ですが肺から直接取り込む形での長期的な影響については10年以上の縦断研究がまだ不足しております。なので食品グレードだから安心というのはやや早計ではないでしょうか。確かにそうだな。すまない。とはいえ紙巻きタバコより発がん性物質などの有害成分は20分の1から100分の1に減るというデータは多いですし、ニコチンが含まれていなければ身体的依存はかなり抑えられます。大切なのは正しく理解した上でご利用になられるということですよね。さすがメイド君は芯の通った発言をしますね。うふふ。それと猫はプロピレングリコールを分解できないため、わずかな量でも繰り返し暴露すると貧血を起こす危険があります。吐いたミストが愛病に触れないよう換気するなど十分注意してくださいね。ところでいいサイズなので少しお尻に入れてみてもよろしいでしょうか？ダメに決まってるじゃないですか。
ネイドウ。後で社食おごってやるからこれ。じゃあここでキスしてください。え？モブオさんと。勘弁してくれ。じゃあディープでいいですよ。それより上はないんだよ。チルハビットは通常価格6980円のところ、約 21% オフのお得なサブスクコース、さらに初回限定で約 42% オフの3980円です。そして初回からたっぷり味わいたい方向けのお得な2本セットのプランもございます。この動画の概要欄のリンク限定で1000円オフクーポンをご利用いただけます。こちらのクーポン利用でなんと1本プランは2980円、2本プランは5980円でお手軽に始めることができます。今回の1000円オフクーポンは1ヶ月限定です。概要欄のみや専用リンクをぜひチェックしてみてくださいね。タバコ10箱分で2980円と考えると確かにお得ですね。このお値段なら一度だけ試してみるのもいいですね。もし合わないと感じたらカスタマーサポートへお電話いただくだけで簡単に解約できます。ただ受付時間が限られていますので、ご自身のスケジュールと照らし合わせてご検討くださいね。そういえばモブオさん、別の世界で奥さんと娘さんの様子が違っていたと言っていましたが、どう違っていたんですか？あちらの世界では家に帰ると妻がお風呂と温かいご飯を用意してくれて、朝は娘が優しく起こしてくれるのですよ。それの何がおかしいんですか？いつもなら妻からは残業帰りに三角木馬からの鞭打ち100発、その後カチカチの冷凍ご飯を顔面に叩きつけられます。そして娘には毎朝氷水をかけられて叩き起こされる。それが我が家の毎日のルーティンなのです。ちなみにその紙袋は？目隠し豚プレイです。それじゃあそろそろ仕事に戻りましょうか。お前はスーツに着替えろよ。社内規定にメイド服も紙袋もかと書いてありますのよ。なんだこの会社。ははは、私も戻りましょうか。そういえば、あの階段に立っていた女性の正体は一体。このビルも来月には取り壊されるのですか。時の流れとは残酷なものです。いつもの日常、いつもの自分、駆け足の朝もあれば、己に背を向けたくなる夜もあります。ですが、そばにいる誰かとこの不器用な自分をそっと抱きしめられる時間が、ため息の数よりもほんの少しでも多くなるように。帰りましょうか。帰ったらおやつをあげましょう。ささみとクッキーどっちがいいですか？どっちもですか？ははは、じゃあどっちもあげましょうか。取り立てて彩りのない一日を小さな日だまりのように育てながら